こんにちは、工芸てっちゃんです。今日の工芸てっちゃんがおすすめしますはこちら、高等の薄型のメガネレンチです。はい、高等さん、ご存知の方はよくご存知だと思いますが、知らない方もいらっしゃるかもしれませんね。高等さんはオートモーティブの専用工具、いわゆる SST という工具をね、作るメーカーさんなんですが、そんなメーカーさんが出してくれたのがこの薄型のメガネレンチなんです。はい、薄型のメガネレンチ、世の中に存在しないわけではないんですけれども、そんなオートモーティブ専用の工具を作る高等さんならではの魅力がですね、たくさん詰まっておりますので、今日はその魅力をいつものように3つのポイントでご紹介します。まず1つ目です。薄型のメガネレンチ、世の中にないわけではないです。でも 19mm までぐらいしかないんじゃないでしょうか。ね、今まで目にした薄型のメガネレンチで19より上ってなかなか見たことないんじゃないでしょうか。でも高等さんはあるんです。21、22、24と、はい、19mm の上にですね、21、22、24というサイズがラインナップされてます。はい、これがですね、僕最大の魅力じゃないかなというふうに思うんですけれども、ポイント1つ目は 19mm の上、21、22、24のサイズのラインナップがあるということです。はい、そんな高等さんの薄型のメガネレンチのラインナップは、はい、12、13、14、17、19、21、22、24と、はい、合計でですね、8種類のサイズのラインナップになっております。はい、これだけのサイズのね、ラインナップになっておりますので、いろいろと使い道がね、あるんじゃないかなというふうに思います。そしてポイント2つ目、薄口ということなんですが、どれくらい薄いかと言いますと、はい、その薄さなんですが、12mm、こちらはね、4.5mm なんですね。で、12、13、14、この3サイズは 4.5mm で、それより上 17mm 以上は 5mm ね。ですから24も 5mm です。はい。一般的なね、このようなメガネレンチ 22mm の部分は、はい、13.5 ぐらいですかね。で、比較的薄口のこのストレートメガネね、ストレートメガネですと、それでも 9mm ちょっと。はい。ですが、高等は 5mm ということで、かなりね、薄いです。はい。ポイント2つ目は、薄いということなんですが、薄いと、どれくらいかけられるのかなというふうに心配される方もいらっしゃるかと思います。当然、薄口ですから、パイプを入れたりですとか、ハンマーで叩いたりだとか、ハンマー代わりにしたりだとか、ね、そういう使い方はしないでください。薄いんで実数規格外の工具になっております。それでもね、高等さんのメガネレンチなので、トルクはそこそこかけられるんですね。12mm で100ニュートン、13mm で110ニュートン、14mm で120ニュートンと、かけられるんです。17、19以上になると160ニュートンぐらいかけられるんですが、先ほども言いましたように薄口ですので、ここはね、良識の範囲内でご使用いただきたいなというふうに思います。そして最後、ポイント3つ目。6角と12角があるということです。メガネですから12角で2サイズしてくれたらね、2サイズを1本分で買えるんでいいかと思うんですけれども、やっぱりそこはね、6角でかけたいということもあるかと思います。ですから6角があるというのはね、嬉しいですよね。で、振り角の問題で12角とね、こちらとこちらをうまく使うことで、舐めやすいボルトナットをね、回せることができるんじゃないかなと思います。でもね、しっかりね、ボルトには奥までしっかりかけてください。半がかりとかならないように薄いんでね、そこは気をつけてね、使っていただきたいなというふうに思います。はい、高等さんの薄型のメガネレンチ、今までメガネレンチをね、
グラインダーで削って使っていた方にぜひ使っていただきたいですし、今後こういう薄型のメガネレンチが必要なね、場面が出てくるかもしれませんので、そんな方にもぜひね覚えておいていただければなというふうに思います。こちらの商品はですね、一番最初に申し上げましたように、専用工具的な使われ方をする工具になるかと思いますので、ファクトリーや各店でも常時在庫を置いている商品ではありません。取り寄せはできますので、その時はスタッフにお気軽にお申し付けください。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、高東さんの薄型のメガネレンチでした。